48時間以内に2つの事件が起きたのだ。土曜の夜、ワシントンのホテルで銃撃。翌日、英国のチャールズ国王は予定通り訪米すると宣言したのだ。48時間以内に銃撃、そして国王が訪米強行って、その判断、怖くないんですか？どんな状況だったんですか？今日は5本のニュースを横断するのだ。最後のニュースは、60歳で引退して5000万円を家ごと投資に回せという話で、日本の NISAJ にも刺さる内容なのだ。まず1本目、4月26日未明、ワシントンのホテルで武装男が記者晩餐会に乱入したのだ。31歳のコール・トーマス・アレンという男は散弾銃、拳銃、ナイフを持ち、2000人以上が集まる会場に突入した秘密捜査官が即座に制圧し、負傷者は1名で命に別状はなかったのだ。2000人もいる会場に銃と刃物を持って突入できたんですか？その会場ってトランプ大統領もいたんですよね。そうなのだ。トランプ大統領も会場にいた。しかも今回は大統領として記者晩餐会に初参加する予定だったのだ。ナシオン氏によると、男は同ホテルに宿泊していたゲストで、セキュリティチェックをすり抜けてダンスホールに突入した容疑者の部屋からは、トランプ政権幹部をターゲットにする趣旨のメモが見つかっているのだ。ここが重要なのだが、トランプ大統領は事件後に即席会見を開き、記者たちは報道において非常に責任ある対応をしていたと称賛したのだ。普段メディアを敵視している彼が同じ空間で命の危険を共有した瞬間に仲間として発言した。これは政治的に見ても異例の出来事なのだ。普段は敵同士なのに危機の瞬間だけ味方っていう構図、難関映画みたいですよね。でも本当にそれで仲直りするわけじゃないですよね。どうせ翌日には元通りになる気がして。2本目、この銃撃事件の翌日、英国からチャールズ国王がやってくるのだ。ストレーツ・タイムズによると、バッキンガム宮殿は予定通り訪米すると正式発表した。チャールズ国王とカミラ王妃は4日間の公式訪問でワシントンとニューヨークを回るのだ。しかも今回の訪問、チャールズ国王は英国君主として1991年以来初めて米議会で演説するのだ。1991年はエリザベス女王が演説した年なのだ。35年ぶりの快挙なのだ。さらにトランプ夫妻とのティータイムと公式晩餐会も予定されているのだ。35年ぶりって私が生まれる前じゃないですか。銃撃事件の翌日にそれだけの大行事を予定通り続行するって英国側の覚悟が相当感じられますね。でもセキュリティは大丈夫なんですか？英国のセキュリティチームが米シークレットサービスと密接に連携していると上級閣僚が明言しているのだ。チャンネル、ニュース、アジアによると、チャールズ国王はトランプとメラニア夫人が無事だったことを非常に安堵していると私的に伝えたそうなのだ。こういう外交の舞台裏、実は面白いのだ。次は今日の株式市場の話に移るのだ。史上最速級の上昇が起きているのに、プロ投資家たちがなぜ今、危険信号を出し始めているか、これが案外日本人の資産形成にも刺さる話なのだ。3本目、ブルームバーグが伝えているのだが、4月の株式市場のモメンタム、つまり上昇の勢いが記録的水準に達しているのだ。停戦交渉の停滞、インフレ再燃の兆候、中央銀行の人事ドラマ、この3つの逆風を全部跳ねのけて株価が上昇し続けているのだ。普通、悪材料が3つも重なったら株って下がりませんか？それが全部無視されて上昇してるって、かえって怖いんですけど。その、怖い、という感覚、プロも同じことを思い始めているのだ。ブルームバーグによると、投資家の間で、上昇のスピード自体が次の暴落のトリガーになる、という会議論が台頭してきたのだ。これは株式投資でよく言う、皆が強気の時が一番危険、という教訓と同じなのだ。ちょうどコーヒーの牛乳が沸騰直前に静かに見えるのに、直後に吹きこぼれるのと同じ現象なのだ。ちょっと待ってください。私の意見を言ってもいいですか？今の NISM って長期積み立て分散って信じてるじゃないですか。でも記録的ラリーの後の急落って心理的に一番しんどい時期に当たりますよね。先輩は今このタイミングで NISA を続けるべきだと思いますか？鋭い問いなのだ。正直言うと僕は続ける派なのだ。ただし理由は上がるからじゃない。積み立て投資の強みは上がっても下がっても機械的に買い続けることで、
感情を排除できることにあるのだ。今回のモメンタムラリーで不安になった人ほど NISA の積み立て設定を触らないことが最善策なのだ。4本目、これは衝撃の話なのだ。イタリア政府が中国人ハッカージョサワエラをアメリカに引き渡すことを決定したのだ。 SCMP、 つまりサウスチャイナモーニングポストが報じた内容で、米司法省は新型コロナウイルスの研究データを中国政府の指示で盗んだとして告発しているのだ。2020年から2021年にかけての犯行なのだ。コロナが世界中で広がっていた時期に、その研究データをハッキングで盗んでいたってことですか？ワクチン開発の情報を？それ、もし本当なら国家犯罪じゃないですか。そう、事実上の国家犯罪なのだ。米司法省は中国政府の指示で動いていたと主張している。弁護士側は人違いだと否定しているのだが、イタリアの裁判所が引き渡しを認め、政府も決定したのだ。これはイタリアが米中間で踏み絵を踏んだ瞬間でもあるのだ。中国は当然強く反発するだろうなのだ。日本にとってもサイバーセキュリティと医療研究の保護という点で他人事じゃない話なのだ。5本目、これが今日最大の熱量のニュースなのだ。F1 ドライバーのフランコ・コラピントがブエノスアイレスでロードショーを開催し、なんと50万人超が集結したのだ。ナシオン紙が報じたのだが、コラピントはアルパインの2012年型ロータス E20 を借り、市街地の約 1000m のコースでドーナツやスピンを披露したのだ。50万人って、ブエノスアイレスの人口っていくらでしたっけ？それが全員集まったんですか？日本で言えば東京の山手線内側の人口規模ですよね。ブエノスアイレスの都市圏人口は約300万人なのだ。その約6分の1が一つの F1 イベントに集まったのだ。コラピントは夢が叶った、言葉にならないと涙をこらえながら語り、アルパインのボスフラビオ・ブリアトーレも SNS で祝福のメッセージを送ったのだ。最後はブレーキから煙が上がって関係者が消火器で対処するというハプニングまであったのだ。そして最後、6本目はアメリカの退職計画の話なのだ。マーケットウォッチが取り上げた実例なのだが、60歳で引退を計画している人が約5000万円の家を売って、月13万円の家賃収入改善分を投資に回すべきかという問いを立てているのだ。これ、日本でも今の住宅ローン、NISA 世代がいつか直面する問いと全く同じ構造なのだ。5000万円の家を売って賃貸に切り替えると、月13万円のキャッシュフローが改善するってことですか？でもそれって家を手放すリスクもありますよね。老後に賃貸で断られるケースとか。確信をついているのだ。アメリカの場合、月1300ドル、日本円で約19万円のキャッシュフロー改善になる計算なのだ。ただし、安心して老後を過ごせる拠点という家の価値は金額換算できないのだ。日本では高齢者への賃貸拒否、問題もある。これは純粋に数字だけで判断してはいけない人生の選択なのだ。冒頭に戻るのだが、48時間の間に起きた銃撃事件と国王の訪米強行、これも安心よりも使命を優先した判断という意味で同じテーマとつながるのだ。今日のまとめは数字で振り返るのだ。48時間以内の銃撃とチャールズ国王訪米、35年ぶりの英国君主の議会演説、記録的株価モメンタムへの会議論、中国人ハッカーのコロナ研究窃盗と引き渡し決定、そして50万人が集まったコラピントの凱旋。今日覚えてほしい数字は48時間なのだ。この48時間で世界は予想外の方向に動き続けたのだ。今日一番印象に残ったのはコラピントの50万人ですね。経済や安全保障とは違う熱量で、スポーツが人を動かす力って本物だと思いました。あなたは今日のニュース、どれが一番刺さりましたか？コメントで教えてほしいです。毎週月曜日は週初マーケット展望をお届けするのだ。今週は株価モメンタムと会議論の動向、チャールズ国王訪米後の英米関係、そして中国ハッカー引き渡しへの中国の反応が注目ポイントなのだ。来週も週初マーケット展望でお届けするのだ。コメント欄に今週一番気になるニュースを書いてくれると嬉しいのだ。明日はチャールズ国王の議会演説と米中関係の続報を深掘りするのだ。チャンネル登録と高評価で待っててほしいのだ。また明日なのだ。